おらつこんちこポテトです。こちらはですね MSN 復刻ガチャ引くべきかということでやっていきたいなと思います。ということで MSN 復刻ガチャ来ましたね。いやえぐいなとは思いましたが、引くべきなのかそのところの話をねざっと育成を見ながらですね見ていきたいなと思います。でエピックも含めて見ていきますし、あとはハイライトもね気になった選手だけはちょっと見ていきたいなと思います。ということで見ていきましょう。基本的にはね300ボックスでまあそんなにかなって感じをしています。いずれにしても300ボックスだと、美課金の人も引きづらいなとは思うので、ちょっと目当ての選手が何人いるかによってちょっと変わってくるかなと思いますが、基本的にはね、ちょっと一旦冷静に見ていただいた方がいいかなと思います。まずはですね、メッシから見ていきましょう。メッシはね、もうどう触っても強いなっていう感じ、もうどこも取ってもね、本当にマイナス面っていうのがほぼないっていうところはもうめちゃめちゃ強いよねって感じですね。もちろんもうちょっと育成を変えたりとか、全然できるかなと思うんですが、ざっと見ていくとこんな感じかなと思っています。何をしてても強いなという感じはしているかな。若干スタミナがね、低めではあるからね、その1試合フルで使い切るとなるとね、ちょっと工夫は必要かなって感じはしていますという。クリスカーブをね、どこまで好きかとかにもよっても変わってくるかなっていう感じですかね。あとは弱足精度とかね、この辺が若干ね、今の環境で言うとちょっと使いづらい部分もあるのかなと思います。ただね、めちゃめちゃ強いなとは思いますかね。基本的に前に置いとけばもう問題ないだろうっていう感じですかね。で、ネイマールですね。ネイマールもめちゃめちゃ強いよね。この MSN はみんな強いんだけど、これは普通に強いなと思います。逆足の精度も最高だし、このドリブル能力も最強だよねって感じ。でパスとか、あとフィジカルもちゃんとあるのがいいよねってところですね。もちろんね、パスもうちょっと下げたりとかしながら、フィジカルをもうちょっとね、70の後半、80いかないぐらいとかね、まで上げるとかもできるから、そういった使い方もできるとかも、かなりいいかなと思います。ただ現状どうだろうね。そんなにガチスカでも見なくなったかなっていう印象はありますかね。やっぱどうしてもね、ネイマールを使うという意味で、プレススキルっていうのは、少なくとも必要になってきちゃうなと思うんですよね。だからちょっとその辺は、ドリブルが得意な人でないとなかなかね、思うようには使いこなせない部分もあるのかなとか思ったりもしてたりしますかね。スアレスね、スアレスはもう誰にでも当てはまる強さって感じはしてるかなと。ラインブレーカーの中ではもうほぼ最強なんだろうなとは思ったりしますね。このスピードドリブルもできるし、パスも低くないし、決定力ちゃんとあって、フィジカルも90乗っかってて、フェノメナルフィニッシュで、あとはキック力っていうのもいいよねっていうところで、逆足頻度精度最高っていうところもかなりいいところかなとは思います。だから本当にいわゆるちょっと理不尽というかね、これ決めちゃうんだっていうパターンはかなり多いし、自分も多いけど、敵にされることも多いんだけど、そういったイメージではかなり強いなとは思ってますかね。置いといて、とりあえず間違いないなというような、そんな印象はありますかね。だからこの3人の中、MSN の3人の中ではスアレスが多分一番使いやすいというか、活躍しやすい感じかなとは思ったりはしますかね。で、あとエピックちょっと見ていくんですけども、まずシャビからね、シャビはね、結構強いよね。本当ディフェンス系にも触れるし、前にも振ってるから、こんな風にバランスよく育てるのもいけるし、あとはパス環境になったことでね、このシャビの価値もかなり上がったなって印象はあります。で、フィジカルとかもね、別に低くないし、スピードだけ若干低めではあるけどって感じでは思っていると。ただ中盤で使うとかって考えたら、これでも許容範囲かなっていうところはあったりはしますね。もしくはこんな感じで守備側にね、作ってもいいし、あとはもう OMF って感じでね、無印の OMF って感じで、前目にね、全振りしていくみたいな感じで、使うのもあり。だから、どのフォーメーションとか、どういうチームスタイルとかでも、ハマりそうな感じはしているっていうところが強みではあるかな。弱足精度がね、微妙だから、そこだけね、若干工夫は必要かなと思いますね。で、イニエスタですね。イニエスタもめっちゃ強い。これもね、ちょっともちろん見た目的にこっちは90乗っけるとかもできるんですけど、80ギアあれば90前半とかも分かってるからこれぐらいっていう、しといて他をちゃんと上げていく。で、フェノメナルパスとかを含めて生かす意味ではパスとかをちゃんと振ってあげて、で、自分でもフィニッシュできるとかっていう考えておくと、かなり使いやすいのかなと思ったりはしますかね。逆足精度もね、最高だから非常に使いやすいんじゃないかなと思います。ST とかね、つけてあげてもいいかなっていうところですかね。困ったら置いといけば間違いないなっていう、そんな感じですかね。で、ジョルディアルバですね。ジョルディアルバもいいよね。この能力、普通にサイドバックとして強いなと思っております。ドリブル系も能力もあるし、ちゃんとフライパスもね、高いから、エッジクロスっていうのもかなり生きてくるかなというところですかね。スピードとかドリブルある系のエッジクロス持ち
っていうと、本当にフライパス低い選手とかも割といるから、そう考えると、その中でちゃんとね、フライパス数値っていうのもちゃんと確保できてるっていうのは大きなところかなと思いますね。若干精度がないから左で上げるしかないんですけど、1クロス上げる場合はね。だから駆け引き的なところで言うとね、相手からしたら左足をとりあえず抑えようってされちゃうから、そこをどうするかっていう感じにはなるんですけど、としても、かなり、スピードとかスキル面の考えてもかなりいいかなって感じしてますかね。どっちかというと、サイドミッドフィルダーとか、ウィングとかで使ってあげた方が、よっぽど生きてきそうな、そんな能力がしてるのかなとは思っております。もちろん、その時はね、ディフェンス能力ももちろん下げてね、ウィングで使うようなディフェンス能力をね、7振ってるけど、これ全然振らないで、もっと前目に振るとかでも全然ありだなとか思ったりはしますかね。で、最後、ブスケツですね。ブスケツも強いよね。こうやって見るとね。普通にディフェンス能力高いし、アンカーとして、ボール取った後のダッシュした後のパス供給とかね、考えていくと、かなり組み立てるタイプのアンカーではあるけれども、ありかなとは思ったりはしますかね。CMF とかの方が生きてきそうな感じの能力はしてるのかなとは思いますかね。ただ、ブスケツって、どっちかっていうとっていうか、今現状で言うと、イフトではこの表しきれないこの強さっていうのがあるから、どうしてもね、今のイフトで言うとね、スピシュンが低いとなかなかちょっと使用感っていうのはね、難しいところがあるから、その辺はね、若干、使いづらさというかね、はあるかなとは思っちゃったりはしますかねというところですかね。ここまで見てもね、このエピックと、あとはビッグタイムの3人ですね、めちゃめちゃ強いよね。正直どれもガチスカにいてもおかしくないレベルではあるかなとは思います。その中でも、おすすめで言うと、スアレスと、イニエスタ、シャビ、この辺とかは、あとメッシとかもそうなんだけど、とかは、かなり使いやすいし、使ってる人も結構見るなっていう印象はありますよね。で、あとはちょっとハイライト気になった人もちょっと見ていくんですけど、ガビとかは普通に能力高いなと思いました。こうやってこんぐらいまで強くなるんだったら全然いいかなっていう感じですよね。ドリブル系の能力も含めて、フライパスとか、あとは、守備系もね、しっかりできるってところ、フィジカルだけちょっとないんだけど、でもスタミナとか、こういうところも含めて全然いいのかなと思ってますね。で、センターミッドフィルダーとか、OMF でもいいけど、決定力考えたら CMF の方がいいかなって感じはしてるんで、こんな感じで使うのも全然ありなのかなとは思っていますよというところで、あともう一人、フェルミン・ロペス、前目の能力とかも含めて、あとディフェンス能力もそうなんだけど、これはだいぶ使いやすいんじゃないかなと思いました。ハイライトとかで、考えたらかなりいい方なのかなと思ってたりはしますかねというと。はい、ということでね、ざっと気になるところとかもバーっと見てきたんですけど、でもね、やっぱり、300ボックスで考えると、ハイライトの2人っていうのは、この300ボックスで狙いに行くべき選手たちではないから、それはちょっと置いといてとして、もう副産物としてね、取れたらラッキーぐらいに思っとけばいいんだけど、それ以外で考えると、ビッグタイム3人とエピック4人。で考えるとね、ビッグタイムのうちの3人中2人とか、持ってなくて欲しいんですとか、ぐらいだったら、ギリ引いてもいいかなって感じ。そこに加えてエピックがね、例えば、4人中2人欲しい。で、ビッグタイムも2人欲しいぐらいのね、4人、だからそうね、7人中4人ぐらい欲しいみたいな。だったら引いてもいいかなって感じはする。ただ、例えば、スアレス欲しいんです、スアレス行きたいんですとか言われても、ちょっとどうかなみたいな、ちょっと苦しいよねって感じ。スアレス270連でしたみたいな感じになっても、いや、苦しすぎるよね。それはさすがにと思っちゃうから、基本的にはスルーしていくでいいかなと思ってしまうし、この復刻が来たっていうのも、その1ヶ月後大型アップであるじゃない。そこで環境も変わるだろうし、この3人っていうのはまたね、出てきそうな気もするよね。いろんな形で。とは思うので、そう考えるとね、そんなに今焦って取らなくてもいいのかなとは思ったりしますね。この MSN が出た当時がね、まだ、イフトやってなくて、で、今まだ最近始めたばっかなんだけど、ちゃんと課金しながらね、選手集めていきたいですみたいな人は全然引いていいのかなと思うんですけど、ただそれ以外は正直そんなに
苦しいのかなと思いましたね。その自分の手持ちとかで考えたらね。っていうのも、まあ今最近ね、ほんと週間とか指名逆転もそうなんだけど、かなり強い選手もかなり出てきてるんで、っていう意味ではそんなに焦んなくてもいいのかなと思いますね。本当に30周年の指名逆転とかも結構いい選手いたりするからね。まあだから、その辺もまたちょっと動画にはしていこうかなと思いますけども、はい、なのでこのガチャに関しては、まあ基本的にはね、ちょっと冷静に見ながらしていただけたらいいかなと思います。まあざっと見育成で、まあ、こう育成したらいいよっていうよりは、まあ、これぐらいの能力にはできるんだなっていうのをね、なんとなく見ていただければなと思いましたので、見ていきましたというところです。ある程度ね、選手揃ってる人でもね、まあ、今のガチャで言うと、一番おすすめなのは本当にペレのやつかな。もしくはプラティニとかが来てる、あれとかもね、いいかなと思いますけど、まあ、そっちの方がね、まあいいのかなと思いますので、参考にしてみてくださいということですかね。ということで、今日はちょっとざーっと話しただけなんで、今日はこれで終わりたいなと思います。よかったら高評価、チャンネル登録してあげると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ちなみに今は至近距離ニアの検証もしてますのでね、そちらもお楽しみにしてください。ということでまた、バイバイ。